カラセンです。前回のパンク動画にいただいたアドバイスやアイデアが刺さりすぎたので、パンクラドン V3 を作成してきました。前回の動画でヒロパンさんからいただいたゼンマイを展開に絡めるアイデアで、なんと1枚初動でラドン展開に入ることができるようになりました。展開ルートは後で紹介しますので、イントロでは構築の変更点をご紹介します。まずメインデッキですが、インガンマ2枚羽棒機サイフレームドライバーゼンマイドッグ、アウトウサギセッションジェットシンクロンシャラクサイサイコイールダー。これで40枚構築にしています。まずバック除去のカードを入れていなかったため、汎用的な羽棒機を1枚入れました。またガンマはカープライジングの効果を発動した際にウララを打たれた場合を主に想定して入れています。キンテレジのウララや G にも使えて便利です。次にジェットシンクロンが手札に来た場合でもラドン展開ができるので、ジェットシンクロンを1枚にしました。動画の最後に展開例を載せておきます。ゼンマイモンスターはラドン展開に絡むので1枚採用が必要です。ちなみに手札に来てもゼンマイ手なら出せるので2枚投入は不要で、ゼンマイドッグなら最悪8シンクロか3エクシーズ等に使えて腐りにくいです。またゼンマイ手のおかげで機械族が提供できるようになったのと、モンスターを1体特殊召喚できるので、サイコイールダーが不要になりました。2枚初動じゃなくなり、シャラクサイからスタートする必要がなくなったので、フォクシーチューンなどでデッキから出せるようにシャラクサイ派2枚にしました。ピアノートとワゴンはカープライジングの効果でデッキから出すので、2枚採用した方がいいと思います。エクストラデッキについては、インサベージゼンマイテ、アウトアイガイオンディンギルスになっています。サベージを入れた理由は自分のターンでガンマの効果使用後出せるのと、ジェットシンクロンが手札に来た時のラドン展開で出すためです。ゼンマイテはラドン展開1枚初動に必要なため必須です。アイガイオンはゼンマイテを入れたら不要になりました。またディンギルスは実戦だと使用頻度が低かったので抜きました。それでは展開例の紹介に移ります。概要欄に各展開ルートの開始時間をまとめてあります。ちなみにゾージーを打たれた時の妥協展開とワンキルイメージについては、一つ前の動画にまとめていますので、気になる方はご参照ください。まずは1枚初動のラドン展開のルートをご紹介します。今回のサンドバッグはハンドルネーム帝王の余興さんです。よろしくお願いします。手札にセアミンしか来てないですが、ラドン展開できます。まずはセアミンを通常召喚し効果発動。デッキからフォクシーチューンを手札に加えます。フォクシーチューンの効果を発動し、手札を1枚捨て、デッキからシャラクサイを特殊召喚します。手札がいいため迷いますが、ラドン展開を通せば勝てると思うのでウサギを捨てます。シャラクサイの効果を発動し、場のパンク2体で融合。カープライジングを融合召喚します。カープライジングの効果を発動し、デッキからワゴンとディアノートを特殊召喚します。ワゴンの効果を発動し、デッキからセッションをサーチして、そのまま発動します。場の2体でシンクロ。ドラドラをシンクロ召喚します。それぞれの効果を発動していきます。ディアノートの効果ではレベル3のパンクモンスターを選択します。基本的にはシャラクサイにした方がいいです。ドラドラの効果でマダムをサーチしてきます。ライフを払ったのでセッションの効果で1枚ドローします。セッションの効果を発動し、墓地のパンクモンスターを除外し、マダムを特殊召喚します。除外するのはレベル3以外のモンスターにしましょう。マダムの効果を発動し、デッキからデンジャラスガブをサーチしてきます。ライフを払ったのでセッションの効果で再度1枚ドローします。ラドン展開するのに手札が6枚もありますね。場のレベル3、2体でエクシーズ。ゼンマイテをエクシーズ召喚します。効果を発動し、デッキからゼンマイモンスターを特殊召喚します。ゼンマイテ以外の2体でリンク召喚。バリケードベルグをリンク召喚。場の機械族2体でリンク召喚。アウローラドンへ1枚初動で到達できました。ラドンの効果でトークンを3体生成します。ラドンの効果を発動し、ラドンとトークンをリリース、デッキからオライオンを特殊召喚します。オライオンとトークンでシンクロ。アクセルシンクロンをシンクロ召喚します。オライオンの効果を発動し、トークンを再度生成します。
アクセルシンクロンの効果を発動し、デッキからジェットシンクロンを墓地に送り、レベルを1下げます。アクセルシンクロンとトークンでシンクロ。ウィンドペガサスをシンクロ召喚します。手札を1枚捨て、墓地のジェットシンクロンを特殊召喚します。ジェットシンクロンとトークンでシンクロ。ルイキューピットをシンクロ召喚します。ルイキューピットの効果を発動し、レベルを1下げます。場の2体でシンクロ。ルドネスを出します。シンクロ召喚に使用したルイキューピットの効果で、デッキからネメシスコリドーをサーチしてきます。除外されているカードをデッキに戻し、ネメシスコリドーを特殊召喚します。ネメシスコリドーをリリースし、超雷竜を脱法召喚します。これで展開完了です。バロネスで何でも無効、超雷竜でサーチ禁止、デンジャラスガブでモンスター効果無効、ウィンドペガサスでバウンス、残り手札4枚となります。手札入れ替えが起こるので誘発が残りやすく、現状は7妨害ですね。続いてパンクが2体の場合の展開例です。展開が似ているのでここからは倍速でいきます。まずは手札のセアミンを通常召喚し効果発動。デッキからフォクシーチューンを手札に加えます。フォクシーチューンの効果を発動し、デッキからシャラクサイを特殊召喚します。シャラクサイの効果を発動し、セアミンと手札のパンクで融合。カープライジングを融合召喚します。カープライジングの効果を発動し、デッキからワゴンとディアノートを特殊召喚します。ワゴンの効果を発動し、デッキからセッションをサーチしてそのまま発動します。ワゴンとディアノートでシンクロ。ドラドラをシンクロ召喚します。ディアノートの効果で墓地のレベル3モンスターを特殊召喚し、ドラドラの効果でマダムをサーチしてきます。セッションの効果で1枚ドロー。セッションの効果でマダムを特殊召喚します。マダムの効果を発動し、デッキからデンジャラスガブをサーチしてきます。サイドセッションの効果で1枚ドロー。シャラクサイ以外のレベル3でエクシーズ。全枚手をエクシーズ召喚し、効果でデッキから全枚モンスターを特殊召喚します。ドラドラと全枚モンスターを素材にリンク。バリケードベルグをリンク召喚します。機械族2体でリンク召喚。アウローラドンをリンク召喚します。アウローラドンの展開前にシャラクサイが残っています。これにより相手ターンに超雷竜とシャラクサイを融合し、アメージングドラゴンによる手札バウンスをすることができます。最後にジェットシンクロンが手札に来た場合の、アウローラドン展開をご紹介します。展開は同じなのでアウローラドン召喚までワープします。ラドン展開時にジェットシンクロンの効果は使用したいので、墓地に送っておく必要があります。ジェットシンクロンを捨てるタイミングはフォクシーチューンの効果か、バリケードベルグをリンク召喚した時の効果になります。バリケードベルグの効果を止められることはないと思うので、捨てることは間違いなくできると思います。このパターンは少し盤面が弱くなりますので、好みでジェットシンクロンは2枚にしてください。とりあえずアウローラドンが出ました。オライオンを特殊召喚するところまではまだ同じになります。ここでアクセルシンクロンをシンクロ召喚しますが、効果を発動できません。しかしジェットシンクロンを蘇生することは可能なので、手札を捨てて特殊召喚します。その後ジェットシンクロンとトークンでシンクロし、ルイキューピットをシンクロ召喚します。ここが重要でルイキューピットの効果でレベル1上げます。これによりトークンとシンクロしてサベージを立てることができます。この後はコリドーをサーチして超雷竜を立てます。結果的な盤面として変わっているのは、バロネスがサベージになっている点、ウィンドペガサスを墓地に落とせず妨害数が1減る点、一方でアクセルシンクロンを場に残せている点になります。このアクセルシンクロンをうまく使うとしたら、手札次第ですが、ディアノートの効果でディアノートを特殊召喚し、レベル10シンクロでバロネスを出す流れかなと思います。これでも結局盤面7妨害ですね。以上、コメントのおかげで何段階も進化できたパンクラトプスデッキでした。アイデアをもらいながらどんどん改良されていき、このデッキは使うのも楽しいですが、作る過程も楽しかったです。似たようなパンク動画を3回も上げたので、一旦これを完成形にしますが、後日対戦動画でも上げられたらいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。